私の名前はあさみ、35歳。夫のりょうとは結婚して10年になる。やっと授かった娘も4歳になり、慌ただしくも平和な日々を送っていた。そんな日常が変わってしまったのが先週のことだ。夫がめまいがすると言い出し、頭痛もあるということだったので病院に行くよう促した。大げさだよ。ちょっと調子悪いだけだ。でも何かあってからじゃ遅いのよ。渋る夫を何とか説得して病院に行かせた。ご家族も一緒に結果を聞きに来てください。医師からそう言われたと聞いて嫌な汗が流れた。家族も呼ぶなんていい話なわけがない。どうか落ち着いて聞いてください。そんな前置きと同時に切り出された病名はよく聞く難病。頭の中が真っ白になった。私が夫を支えなければならないのに、立っていられない私を夫の方が支えてくれた。夫は治るんでしょうか？治療していくしかないです。入院して集中的な治療を早々に開始した方がいいでしょう。その日は夫と一緒に帰ることができたが、次の週には早速入院しなければならない。会社には明日説明して休職させてもらえるよう頼んでみる。ええ。あさみ、ごめん。謝らないで。子供もこれから大きくなるのに、治療費も相当かかるみたいだし、だから。こういう時のために共働きしてたんじゃない。しっかり治療して元気になってね。絶対よ。夫の言葉を遮って私はそう言った。医師の説明では治るまで毎月治療費が20万円ほどかかるらしい。私は会計士としてそこそこ稼いでいたし、今は子育てで時短勤務にしてもらっているが、通常勤務に変更できればなんとかなるだろう。私の言葉に夫は溢れる涙をじっとこらえるのだった。幸い会社の方は休職扱いにしてもらえた。治療がどのくらいかかるかわからないが、仕事を辞めなくて済んだのはありがたい。夫はそう言って、早く元気にならないと入院に向かった。パパは？パパはね、しばらく留守にするの。病気と戦ってくるのよ。応援できる？帰ってくる？もちろん。まだ幼い娘にはそう説明した。パパっ子だった娘は時折、それでも夫を恋しがって泣いていたが、私が慰めると分かってくれようとした。私は時短勤務から通常勤務へと変更し、バリバリ働くようになった。働くことは好きだったし、やりがいがある。でも、夫もいない状態で仕事だけに集中することができなかった。ただでさえ夫がいないのに、私が遅くなって娘に寂しい思いをさせると思うと限界を感じていた。こんな時に実家が近ければ、そう思わずにはいられなかった。私の実家は飛行機の距離だ。夫の病気を両親に説明した時には何でも言ってくれとのことだったが、両親も働いている。こちらに来てもらうことはできなかった。夫の治療費を稼いで子供のことも、いろいろ考えてパンクしそうになっていた頃、電話があった。あさみさん、大丈夫？お母さん。義実家とは車で20分程度の距離だった。夫があまり義実家に近づこうとしないから、節目の挨拶や行事の時しか付き合いがなく、義父母の人となりはよく知らない。夫からはあまり関わらなくていいと言われていたが、私を気遣ってのことなのかどうかはわからなかった。夫が病気だったことは伝えてあったので、心配して電話してきてくれたのだと嬉しかった。それでつい不安をこぼしてしまった。夫の病気への不安、治療費のこと、仕事と育児の両立を一人ですることの限界。すみません。いいのよ。辛かったでしょ？そう言って姑は慰めてくれて、私の話を聞いてくれた。お話を聞いていただいて少し楽になりました。
そうだわ。よかったら私が孫を預かるわ。仕事と育児の両立が辛いって言ってたじゃない？でも、家に一人にするよりずっといいじゃない。そうしなさい、と反論する間も与えられず、確かにそうなのかもしれないと思ってしまった。すみません、遅くなって。義実家に迎えに行くと、娘が走って私に駆け寄ってきた。抱きしめるとほっとしたように眠ってしまう。その姿に安心して抱きかかえると、姑が出てきた。まあ、遅かったのね。いつもすみません。いいのよ。でも、私も老体に鞭打って必死に孫を見てるわけじゃない？はい。頬に手を当てて、姑は困ったようにため息をつく。私は何も言うことができずに、娘をぎゅっと抱きしめてうなずいた。だからってわけじゃないんだけど、もう少し工面してくれないかしら。お金ですか？やだ、そんな風に聞こえた？娘を義実家に預け始めた頃、お礼にと菓子折りを持って行った時に、これだけと姑に言われた。かかる必要経費やお礼はもちろん払うつもりでいたが、謝礼はこれだけなのかと言われて驚いた。でもこちらがお願いする立場だと思い直し、姑に言われるがままに、1万、次は2万と払って、いつしか月に3万円ほど渡すようになっていたのだ。それをもう少しと言われたら、いくらくらいですか？そうね、月に7万くらいあればいいわ。7万？今の倍以上だ。夫の治療費や私たちの生活費を考えても義実家に7万円も払えない。それは、私もね、協力してあげたいのよ。孫は可愛いし、大事な息子のためだもの。ねえ、わかるでしょ？申し訳なさそうに姑は言う。私は言葉に詰まり、腕の中で眠る娘を見た。家に娘を一人では置いてはおけない。ベビーシッターや他の人に預けるのも気が引けたし、他人に見てもらうよりは、娘にとって義実家にいる方がいいのだろうか。わかりました。姑はにっこりと笑っていた。そうよ、家族だもの、助け合わないとね。体の調子はどう？だいぶいいよ。この前変えた薬が合ってるのかもって先生が言ってた。よかった。病室に着替えや差し入れを持って訪れると、入院当初よりずっと顔色が良くなった夫が出迎えてくれた。少しずつ回復しているようで、お医者さんも経過は順調だと言ってくれてほっとする。春は、寂しがってない？いつ帰ってくるってそればっかりよ。春のためにも早く元気にならなきゃな。お願いね。あさみにも本当に迷惑かけて申し訳ない。謝らないで。元気になってくれることが一番だから。そう言って笑いかけると、夫は唇を噛み締めていた。仕事も大変だろ？春はどうしてるんだ？私はまだ夫に娘を義実家に預かってもらっていることを言っていなかった。義実家に仕送りしていることも。病気の夫に心配をかけたくはない。あさみ？ごめんなさい。どうした？心配そうに私を覗き込む夫を見て、とうとう本当のことを話した。仕事と育児の両立が苦しかったこと。そんな時に姑に手を差し伸べられて娘を預かってもらうことをお願いしたこと。それを理由に仕送りを要求されてどんどん金額が高くなっていること。勝手に判断してこんなことになってごめんなさい。私の話を聞いて夫は眉間にシワを寄せて難しい顔をした。俺が悪かった。あさみがそんなに追い詰められていたことも気がつかなくて。そう言って慰めるように肩を撫でてくれた。俺が何とかする。そう言った。お母さん、
明日から預かってもらわなくてよくなりました。あら、そう？夫と話し合った1週間後、娘を迎えに行った際に、娘に先に車に乗っているよう告げてから、姑にそう伝えた。ええ、いいベビーシッターさんが見つかって、その方が娘にとってもいいと思うんで。そうなの。こちらの話には興味がないようで、姑は適当に返事を返す。そんなことより、かなこから連絡があったのよ。かなこさん？そう、りょうの姉のね、今はアメリカに住んでるの。夫の姉であるかなこさんは結婚式で一度顔を合わせただけでほとんど接点がない。アメリカで研究職をしており、日本にはほとんど帰ってきていないらしい。立派な人だと義実家からも夫からも聞かされていた。今度帰ってくるのよ。一時帰国みたいなんだけどね。そうなんですね。だからちょうどよかったわ。義母の娘自慢が始まった。なるほど、こういう人だったのだ。娘がね、私に大変だろうからって仕送りしてくれるみたいなの。はあ。だから、息子のすねかじりになる仕送りはいらないわ。勝ち誇ったように姑は笑った。自分が頑張って働いてますって顔して、どうせ息子の保険金で賄ってるんでしょ？子供を私に預けて楽しようなんて呆れた嫁だわ。勝手なことをペラペラと。でも私は姑の言葉をじっと聞き流していた。わかりました。二度と送りません。あんなはした金じゃろくに何もできなかったもの。かな子はきちんと私に大金をくれるはずよ。私は娘を預かってくださっているから、その必要経費とお礼のつもりで仕送りをしてたんです。お母さんは私が渡していた仕送りをどう使ってたんですか？あんなお金、買い物してお茶したらあっという間になくなったわよ。欲しかったブランド品のカバンも、行ってみたかったフレンチも、全然まだ行けていなかったのに。悪びれもせず、姑はそう言って、私を追い出すように扉を閉めた。私が娘に寂しい思いをさせながら稼いだお金が、姑の遊ぶお金に化けていたのか。そう思うとやるせなかった。次の日、夫の病室にお見舞いに行くと、病室の外が騒がしい。何かあったのか？そう夫と話していると、激しい音を立てて病室の扉が開いた。そこにはすごい剣幕の姑が立っていた。母さん。あんた、何を言ったの？夫の呼びかけを無視し、姑は私を怒鳴りつける。姑の後ろから看護師さんが慌てて追いかけてきていたが、その手を振り切って、姑は私の方に詰め寄った。何の話ですか？まあ、わざとらしい。かな子に何か言ったんでしょう。ここが病室であるということも忘れているのか、大声を出す姑に眉を潜める。私は何も。嘘をつきなさい。そうじゃなかったらあの子が仕送りをやめるなんて言い出すわけないもの。それで、なぜか私は家を追い出されたのよ。興奮しきった姑は肩で息をしていた。その様子を冷めた目で見ながら、私は再度ゆっくり口を開いた。私は本当に何も言ってませんよ。嘘をつくんじゃないよ。姑は生きり立っている。その時、夫が口を開いた。俺が言ったんだ。え？姑はポカンと口を開ける。姉ちゃんに電話したのも俺だよ。心配かけるのが嫌だったから言ってなかったけど、病気になったから助けてほしいって連絡したんだ。それとこれとがどんな関係があるのよ。姑はまだ状況が飲み込めないようだ。関係あるよ。姉ちゃんは俺が病気になって俺たちを支援している母さんたちが大変だろうからって仕送りするって言ってくれたんだろ？それなのに俺たちの娘を預かるのもやめたんだし、母さんにお金を渡す意味ないし。それなら、ねえ、あさみさん、
ベビーシッターになんか預けるのはやめて、また私が預かるわ。わかってはいたが、本当に私たち家族や自分の息子である夫の心配なんて、これっぽっちもない姑の様子を見て呆れ果てた。それは夫も同じだったらしい。母さんに預けるわけないだろ。その仕送りとお礼も自分のためだけに使うつもり？何を言って。姑は私をまた睨みつける。私を恨むのはお門違いだが、多分その場にいる一番憎らしい相手が私なのだろう。あんた余計なこと言ったのね。あさみを責めるのはやめろ。全部自分のせいだろ。私は夫が声を荒げるのを初めて聞いた。姑もそうだったようで、驚いたように目を丸くしている。きちんと縁を切っておくべきだった。りょう？何を言ってるの？高校生の頃から母さんにバイト代を巻き上げられてお小遣いなんてものはなかった。大学生の時も。俺にどれだけお金がかかったか、迷惑かけられたかって何度も母さんは言ったよな。その分を返せって。そんなの当たり前じゃない。少し前に聞いた夫の昔の話を思い返して私は顔を歪めた。夫はずっと姑に搾取され続けていたそうだ。高校生になってアルバイトができるようになってからそのバイト代を取り上げられ、それは大学生になっても続いた。それがおかしいと気がついたのは社会人になって一人暮らしをするようになってからだったらしい。父さんは知ってたの？俺から金を巻き上げていたこと。お父さんは関係ないじゃない。父さんはちゃんとした人だ。俺から金を取ってたなんて知ったらそんなの許さなかったはずだ。当時の夫もそう思い、きっと姑の独断でこんなことをしていると気がついたらしい。そもそも姑は企業の役員をしていて、家自体がお金に困っている様子もなかった。大学進学の話をした時も自分の行きたいところに行きなさいと姑は心よく言ってくれたらしいのだ。奨学金ももらわず学びたい大学に行かせてくれた。それなのに社会人になって実家に帰ったら父親がいない時を狙って独り立ちした夫にお金を工面するよう母親に要求されたのだそうだ。あの時は母さんにもお世話になったと思ってたから距離を取るだけにしたよ。父さんにも姉ちゃんにも言わなかった。それを機に疎遠になり、実家に近づかないようにしていたらしい。結婚してからも何があるかわからないからとそれを続けていた。うやむやにしてたからこんなことになったんだ。でも、俺の家族にまでこんなことをするなんて。りょう？私も家族でしょ？この女よりずっと前から家族よ。あなたは私が産んだもの。その恩を返すのは当たり前のことじゃない。俺が病気になって一度でも見舞いに来た。心配した？当たり前じゃない。母さんは心配するどころか、俺の病気を利用して金を取ったんだよ。それのどこが家族なんだ。私は声を荒げる夫の肩を支えた。興奮して体は大丈夫なのかと心配になったが、止めることはできなかった。母さんとは縁を切る。何を言ってるの？もう二度と顔を見せないでくれ。俺にも、俺の家族にも。そんな、りょう。姑はその場に崩れ落ちたが、誰も支えようとはしなかった。その後、迎えに来た舅と義士に、姑は連れて行かれた。もともと舅と義士とは連絡を取っていたので、姑が病室に来るだろうことは分かっていた。夫が最後にきちんと母親と話したいと言ったから、舅も義士も止めずにいてくれたのだ。本当に申し訳ないことをした。私からも、亮とあさみさん、ごめんなさい。姑がいなくなってから、舅と義士は頭を下げて謝ってくれた。二人は悪くないと思ったが、姑の勝手な行動に気がつかなかったことを詫びたのだ。夫の病気のことも、舅は知らされていなかった。ただ孫を預かっているとだけ聞かされていたそうだ。
義士のかな子さんも早くに家を出てアメリカに渡ったこともあり、年の離れた弟が母からそんな扱いをされているとは知らなかったそうだ。りょう、子供のお前にそんなことをさせていたなんて、本当に悪かった。言えなかった俺が悪いんだ。大学に行かせてくれて、やりたい勉強もさせてくれて感謝してる。姑と舅はその後離婚した。姑は散々ごねたらしいが、お金の使い込みや借金もわかり、抵抗する間もなく見下り犯を突きつけられたという。財産分与のお金も借金の返済で消えてしまったようだ。今は古いアパートで一人寂しく孤独な暮らしをしているらしい。舅と義士は治療費のほか様々な面で助けてくれた。今までのお詫びということもあったと思う。夫が今まで姑に巻き上げられたお金も、私が姑に渡していた仕送りも合わせて返してくれた。夫は順調に回復し、退院できるようになった。ただいま、あさみ。いろいろありがとう。夫はそう言って、私と娘を力いっぱい抱きしめた。その力強さに泣きそうになりながら嬉しさをかみしめる。この瞬間は当たり前じゃない。一緒にいられることを大事にして生きていきたいと思う。義母と同居なんてするんじゃなかった。いつもの小言を聞きながら私は深いため息をついた。私の名前はゆき、31歳。28歳の夫、達彦と結婚したのは3年前。一緒に暮らし始めた最初の頃、些細な問題はあったけれど、2人でうまくやっていた。結婚して1年後、夫の父親が亡くなった。気落ちした義母を一人ぼっちにしておけないと達彦が言うので、私たちは義実家での同居を開始した。まさか義母が最低最悪な性格だなんて思っていなかったのだ。小言ならまだ聞くが、この義母が発するのはただの人格攻撃だ。それもまるで根拠がないもの。部屋にこもってパソコンで遊んでばかりいないで、少しは働けってのよ。このただ飯ぐらい。義母の嫌みったらしい声が廊下から聞こえる。朝食を食べ終わってすぐ、私に小言を言いに来た。その朝食、私が用意したんだけど、と返したくなるのをぐっとこらえる。今日のところは。お母さんが朝ごはんを食べ終わったら掃除しようと思ってました。それに私はパソコンで遊んでるわけじゃありません。仕事してるんです。すぐそうやって言い訳ばっかり。私がパソコンわからないと思ってバカにしてんでしょ。言い訳じゃないです。現代人はですね、一日中パソコンで仕事するんですよ。私は公認会計士の資格を活かし、在宅で仕事をしている。就職してからしばらくは先輩の事務所で働いていたが、今は個人で仕事を請け負っている。ほとんどの作業は家でパソコンを使ってできるので、家事との両立を目指して在宅ワークに励んでいる。義母にもちゃんと説明したのに、どうせ内職でしょの一言で片付けられてしまった。嫁の仕事はパートか内職の2種類しかないようだ。現代についていけてないから根拠のない嫌味ばかり言うのか。あるいはただの嫁いびりの材料が欲しいだけなのか。多分その両方だろう。ともかく一生現役で働き続けたいと思っている私とはどうしたって気が合わないのだ。義母の偏見に立ち向かうため仕事をしながらも家事はしっかりこなしてきた。朝は早起きして3人分の朝食と弁当を作る。夕食は野菜中心の薄味メニューを並べ、健康にも気を配る。掃除だって手抜きしない。そんな私のやり方が義母には逆効果だったようだ。義母は私に文句をつけるばかりで、自分では何一つ家事をやろうとしなくなった。一日中部屋でテレビを見ていたり、たまに出かけてパチンコや友達とお茶をしてくるというのんきな生活をしている。そんな女に世間的な評価の高い私がただ飯ぐらい呼ばわりされてるのだ。そのままそっくり返してやりたい。
もやもやした日々を送っていたある日、ポストに届いたクレジットカードの請求書を見て目が飛び出そうになった。何これ？スーツ15万。バッグ20万？こんな高価なもの買った覚えがない。よく見るとそれらは夫のカードで支払われている。私は早速夫に尋ねた。ねえ、スーツとバッグ買った？バレちゃったか。買ったよ。仕事で必要だからね。仕事で必要って、あなた普通の営業職でしょ？こんな高いものじゃなくても。今まで夫のスーツは3万円程度で、バッグも似たような金額のものを買っていた。いやー、いいものは全然違うよ。気が引き締まるし、何より見栄えが段違いだ。ほら、最近俺かっこよくなっただろ？そうかな。私にはとてもそうは見えない。20代の若造が身の丈に合わないスーツを着るなんて、スーツに着られている感があり、逆にみっともないと思う。ゆきさんは本当に見る目がないんだから。義母は勢いよく私たちの会話に割り込んできた。達彦、素敵。すっごくかっこいいわよ。ありがとう、母さん。そもそも、旦那の稼ぎで食べさせてもらっているくせに、旦那のお金の使い方にケチをつけるなんてずうずうしい。何様のつもりだっての。私たち夫婦の会話にずけずけ踏み込んできて、勝手なことを言う義母に腹が立つ。何様のつもりはこっちのセリフだ。けれど、こんなわからんちんの義母のことより、一切フォローしない夫の方にさらなる怒りの感情が湧く。夫に言いたいことは山ほどあったけれど、今の夫に何を言っても、義母がかばってキーキー吠えて終わってしまうだろう。そう思った私は、とにかく、高額な買い物は控えてよ。それか事前に相談して。と夫に釘を刺すだけで話を終えた。しかし私の忠告も効果はなかった。その後も夫の買い物額は増える一方。しかもその内容はレストランでの贅沢な飲食、高級ブランドのストールや財布、長距離のタクシー代などすべて遊興費。仕事で本当に必要だと思われるものは一切なかった。夫は結婚した頃はこんなことをする人じゃなかった。夫が変わってしまった大きな要因は義母。家の主人なんだからどっしり構えなさい。家事も絶対手伝わない。嫁が年上だからって言いなりになったらダメ。あなたの方が立場が上だって分からせてやらなきゃ。義母は呪文のように毎日夫に唱え続けた。優柔不断で自分の意志のない夫はあっさりそれに流されるようになった。夫を元の優しい性格に戻すためには義母の吐く呪いの言葉を封じなければ。私は覚悟を決めて義母の部屋へ向かった。何よ。私忙しいんだから、話なら手短にしてちょうだい。ワイドショーを見てお茶を飲みながら義母は退屈そうに言う。お母さん、よく聞いてください。夫の無駄遣いのせいで貯金が全然できないんです。家の補修とか病気とか何かあった時のために絶対貯金は必要なのに。そんなの、ゆきさんのやりくりが下手なだけでしょうが、あの子の年なら年収900万くらいあるでしょ？年収一桁違いますよ。あの子年収1000万も稼いでるの？一桁というのは義母にとっては100万刻みを意味するようだが、私は黙っていた。沈黙を肯定と受け取ったのだろう。義母は目をランランと輝かせている。とにかく、お母さんからも達彦さんに無駄遣いをやめるよう言ってもらえませんか？はいはい。話はそれだけ？終わったなら出てってくれない？犬か猫でも追い払うように、義母はしっしっと言いながら手を振る。ダメだこりゃ。数日後、義母が鼻息荒く私の部屋を訪れた。何ですかいきなり。驚く私に義母はドヤ顔で緑の髪を突きつけた。
今すぐサインして離婚しなさい。どうせ息子のお金が目的だったんでしょ？この貧乏に。義母の持つ離婚届の夫の欄はすでに記入済みだ。私は義母の手から離婚届を取り上げ、夫の部屋へ直行した。達彦さん、これサインした？したよ。母さんが、ユキは俺の金目当てだって言うから。そう。で、あなたはお母さんを信じたのね？だって母親だから。夫のその返答で心が決まった。わかった。離婚しよう。私は離婚届とノートパソコン、貴重品と服をスーツケースに詰めて義実家を飛び出した。私の実家は遠く離れていて、急に思い立って帰れる距離じゃない。ひとまずビジネスホテルにチェックインして気持ちを落ち着ける。離婚することは私の中で確定した。言うにこと書いて金目当てとは何だ。自分の脳みそを使うのを放棄した依存体質の男と一緒に生きていくなんて考えられない。妻の欄に記入して明日にでも役所へ提出しよう。離婚は全然構わない。むしろ渡りに船で争う気などない。それよりも許せないことがある。クレジットカード明細をじっくり見ていた私は極めて正当な逆襲を思いついた。離婚届を提出した後、私は一人暮らしを満喫していた。セキュリティのしっかりした部屋を選んだため、家賃は少し高めだが、独身時代に貯めていた貯金もあるし、稼ぎに対して不相応ということはないはずだ。夫と義母との生活がどれだけストレスになっていたか、改めてよくわかった。離婚して1ヶ月経った頃、元夫から携帯に着信があった。はい、もしもし。ユキか？頼む、話を聞いてくれ。何よ、聞いてるわよ。どうしたの？私が置いてきたものはいらないから全部処分してってメールしたはずだけど。そんなことより大変なんだ。俺のカードが使えなくなってるんだ。私は鼻で笑った。何が俺のカードだ。このブラックリスト野郎。当たり前だよね。俺のカードって言ってるけど、あんた家族会員じゃない。本会員の私が解約したら使えなくなるに決まってるでしょ？そうなの？困るよ。私はもう他人。自分で何とかして。それだけ言って通話を切った。その後も元夫から鬼電がかかってきたけど、一度も出なかった。実は元夫、私と結婚する前、リボ払いや分割払いがたまりにたまって払いきれなくなっていた。それを私がすべて肩代わりして清算してあげた。今思えば清算すべきだったのはあいつとの関係だった。まあ、今更振り返っても仕方ない。延滞のせいで信用情報に傷が入っている夫は自分名義でカードなど作れないだろう。ともかく今の私には関係も責任もないし知ったこっちゃない。元夫の鬼伝から数日後、今度は私のマンション前で待っている人がいた。元義母だ。偶然街で見かけた私を尾行して部屋を突き止めたそうだ。なかなか行動的じゃない。とそこだけ感心した。話がしたい。とすがりつき、大声で何やらわめくので、仕方なく二人で近所のファミレスへ移動した。今更何の用ですか？ゆきさん、これ。元義母の手には私の通帳。繰り越し済みのすべてのページに記帳が終わったものだ。もういらないけど。この給料、もしかしてゆきさん。はい。私が在宅で働いて稼いでた給料ですよ。あなたには内職扱いされましたけどね。私専門職なんですから。元義母は何も答えない。ブルブル震える手で私の通帳を握りしめている。年収1000万が息子じゃなかったなんて。ろくでなしがそんなに稼げるわけないんですよ。あなたも世間知らずすぎましたね。きっぱりと言ってやった。
元義母のお花畑の頭は年収1000万稼いでいるのは私でなく息子だと思い込んでいた。元夫の稼ぎは離婚直前には私の10分の1程度しかなかった。元夫は基本給が安い営業職で歩合が大きい。売り上げを上げることで成り立つ給与制度だが、あのお気楽男は基本給さえもらえればいいやというスタンス。私の給料を当てにして生活していた。いや、私を当てにするという策略さえ持っていなかったに違いない。元義母はようやくその現実を知ったのだろう。ゆきさん、今からでも遅くないわ。息子と遅いです。思いっきり食い気味に返事をする。なんて愉快。要請を遮られても元義母はめげずに猫なで声を出す。好きになって結婚までしたんだから、このまま別れてしまうなんてもったいないじゃない？もったいなくありません。私の稼いだお金をあなた方に浪費される方がずっともったいないです。ひどい、そんな言い方。他人の金ばっかり当てにしないで働いたらいいんじゃないですか？そうしたらお母さんもただ飯ぐらいじゃなくなりますよ。要件はそれだけですか？困ってる老人を見捨てるなんて、この人でなし！元義母の遠吠えを無視して、颯爽とファミレスを後にする。同居のストレスを解消できた気分だった。元義母の吠え面を拝んだ後は、元夫に最後の一撃を食らわせてやらねば。私は作戦の仕上げにかかることにした。金曜日の夜、繁華街のとある雑居ビルの前で私は待ち伏せをした。そこはいかがわしい店がいくつもテナントで入っていて、元夫行きつけのキャバクラもその中にある。夜9時過ぎに元夫は現れた。キャバ嬢らしい派手な女性と腕を組んで。ユキ？どうしてここに？相変わらずおめでたい人ね。私のカードでここの会計してるんだもの。支払い明細に何度かこの店の名前があった。それも決まって金曜日に。店名さえわかれば、住所の特定は簡単だ。達彦、この女誰よ？元夫の腕に絡みつく女性は20代前半といったところか。下着が見えそうなだけのミニスカートと胸元の大きく開いたブラウスを着ている。はじめまして、達彦の元嫁です。つまり赤の他人だけど。おい、ユキ！今日は伝えたいことがあってきたの。達彦、結婚前に私が肩代わりしたあなたの借金と、婚姻中あなたが無駄遣いした私のお金、きっちり返してください。近いうちに弁護士経由で内容証明を送るから、対応お願いします。それとあなた、元夫にいろいろ買ってもらったみたいだけど、全部私のお金から出てたんだよ。おい、ユキ！呼び止める元夫の声は無視して、ヒールを鳴らして歩き去る。どう？私の方がかっこいい女でしょ。背後で元夫と女性の言い争う声が聞こえる。元夫と一緒のキャバ嬢はおそらく浮気相手だ。カードの利用明細にはお高いデパコスや若い女性に人気のブランド服、さらにはラブホの休憩代まであった。それら不審な買い物の決済は金曜日に集中していた。もちろんキャバクラでの支払いも金曜日。後で分かったことだが、元夫は金曜日の午後は昼間っから浮気相手とデートしていた。ねだられるまま高級品を貢ぎ、同伴出勤でキャバクラへ。そんな行動パターンが明細から読み取れたので、元夫へ直接最後のダメージを食らわせてやろうと思ったのだ。元夫の懐具合を知った浮気相手がどうするかわからないが、いい結末にならないことだけは予想できる。その後私は宣言通り、弁護士経由でお金の返済を求める内容証明を送った。それが義実家に届くと、元夫と元義母が弁護士事務所へやってきた。そして、助けてほしい。困っている人を助けるのが弁護士だろ？と泣きついたらしい。弁護士が現状について尋ねると、義実家には山のような督促状が届いているとのこと。
クレジットカード請求、電気、ガス、水道、果ては税金関係まで。元夫の安い給料じゃ到底払えない。元義母の蓄えもほとんどない。さらに元夫の浮気相手が、結婚していたなんて知らなかった。騙された。慰謝料よこせ。と大金をふっかけてきたという。ユキのカード代金なんて払っている場合じゃない。この借金をチャラにする方法を教えてほしいと言われたところで、相談相手が間違っている。対立している私の弁護士なんだから。持ち家なのでしたら、そちらを売って、返済や慰謝料に当てたらいかがですか？と弁護士は助言した後、ユキさんに返済しないという場合は、もちろん裁判になります。と念押ししてくれた。これを聞いた元夫と元義母は、がっくりと肩を落として帰っていったそうだ。後日家を売って借金を返済するので少し待ってほしい、と弁護士に連絡があった。そりゃそうだろう、他に手はない。少し時間はかかったが、元夫に使い込まれたお金は戻ってきた。ひどい目に遭わされたのだから、これだけでなく、慰謝料も請求したっていいところだ。カード代金だけで許してやっているのだから、感謝してもらってもいいぐらい。さらに、私への接近禁止を誓う書類にもサインさせた。彼らは二度と私の前に姿を見せないだろう。はぁ、せいせいした。私は一人暮らしの快適な部屋で大声を上げて笑った。さて、家を売って借金を清算した元夫と元義母。その後は近くのボロアパートに部屋を借りたそうだ。私もそのアパート前を通ったことがあるが、ツタがはびこり、壁の塗装は剥がれていて、築50年は経っていそうな代物だった。元夫の給料と元義母の年金に見合う物件がそこだったのだろう。元夫はこれに懲りて仕事に精を出すかと思いきや、ますますやる気を失い、とうとう会社から解雇されてしまった。それから次の仕事を見つけるでもなく、毎日家で酒ばかり飲んでいた。ついには酔ってアパートの階段から落ち、救急車で運ばれた。元義母は入院した元夫の世話と入院費の工面で忙しくしているうちにぎっくり腰で動けなくなった。動かなくなったせいか、地方の症状が進み、一人では放っておけない状態になってしまった元義母は、安い施設への入居待ちだそうだ。元夫の親戚という人から電話が来て、聞いてもいないのに義実家の惨状を教えられた。そしてあの二人のために元夫とよりを戻す気はないか聞かれたが、答えは当然ノーだ。親戚の人も私の答えを予想していたようで、それっきり電話がかかってくることもなかった。一連の騒動から2年が経ち、私はまた引っ越しをした。今度は一人暮らしじゃない。生涯を共にするパートナーとの二人暮らしだ。元夫と別れてから私は働き方を変えた。実家に住み、そこから通える事務所に正社員として勤め始めた。元義母だけでなく、私の両親もだんだん年を取るし、何かあった時はそばにいて助けたいと思ったから。その新しい職場で今の夫と出会った。私より一つ年下の夫はしっかり者で、前の夫とは大違いだ。何より私のことを愛して大事にしてくれる。前の夫は収入にも性格にも不安があり、子供を作ることなんて考えられなかった。でも今の夫となら二人で協力して育児にも取り組めるはず。陽性判定の出た妊娠検査薬を手に、夫の喜ぶ顔を思い浮かべると自然と頬が緩んでしまう。今度こそちゃんとした家族を作り幸せをつかむぞ、と私は決意を新たにしたのだった。Help me with the housework. Work at the office and at home. You're in a position where you can make a living thanks to me. What's your position? What era are you from? I'm grateful to my husband. But I work all day doing housework and caring for my mother. And yet,
Are you going to talk me back? Write divorce papers and get out. I know. This is a threat. He thinks I'm not going to abandon my mother-in-law and leave. I've reached my limit. Everything I've built up has lost its balance and collapsed. To my husband, I'm nothing more than a free-fire government. I don't want to spend the rest of my life taking care of such a man. My name is Mikiko. I'm 52 years old. One of us moved far away, and now I live with my husband, my mother-in-law who has a bad leg, and myself. My husband is getting older and has become more and more like a king soldier recently. He tells me to do this and that and makes me work like a Mars. My mother-in-law has a severe case of behavioral disorder and can barely move one leg, so she needs to be released. Right now, I can only help her with the bath and toilet, but it will get harder and harder from now on. I'm not sick of it, but sometimes I get tired. I wonder when I'll be able to find time for myself. Mikiko-san, what's the matter? Mom, can I ask you a favor? My mother-in-law said apologetically. She was having trouble getting up the steps at the entrance. With a cane, I can move around the house, but the steps are dangerous. Please don't push yourself. I'll go. 123 Thank you. I'm sorry. No. Before she became disabled, my mother-in-law was a hard worker who was on the move from morning to night. She is a caring and reliable person. She taught me housework from scratch. She patiently helped me with my memory without a single complaint. So, although it's not exactly a way to repay her, it's natural that I want to help her if she's in trouble. However, last night I had to go to the bathroom 3 times. I'm in the middle of my term, and I have trouble falling asleep, so once I wake up, I can't fall asleep easily, so I sometimes feel tired. When I casually told my husband about it, he replied, "Oh," with no interest at all. "You're talking about your mother, right? Isn't there something else I can say? If there's something I can say that will work, I'll do it." I'm astonished. That's not what I meant. Yes. I want to put handrails at the entrance and the bathroom for your mother. That's fine. If you're there, it won't be necessary. But it costs money and gets in the way. I wonder if you don't realize that you'll need them yourself. If you're complaining about my dissatisfaction, you should just ask a professional to take care of you. You're saying something irrelevant. I'm not complaining. Even if you want to leave it to the professionals, you haven't been certified for nursing care. Just get it. Don't say it so lightly. Besides, you can still manage your daily life on your own. Then that's fine. That's what I meant, but it's not that. He wasn't like this in the past, and now my husband, who only thinks about himself, is not going to suddenly wake up to be considerate. Is it pointless to expect that? Don't you feel sorry for your parents when they're inconvenienced or in trouble? Before being a son, I wonder if he's a bad person. 3 days later, something I had been dreading happened. My mother-in-law tripped and fell. She twisted her arm because she had fallen on her hand, and it is difficult for her to do her daily activities. She cannot change her clothes or eat properly, so I am taking care of her. My husband does not help me even though I am confined to work more than twice as long as before. He turns a blind eye to the dishes being left unwashed and the laundry piling up. I want him to help me, even if it is just while my hand is healing. However, my husband has always had a stance of not getting involved in household matters. This was true not only for housework but also for childcare. He has no interest in children's school events. If I am suffering from an illness, he will not only not complete the work,
but will leave me saying things like not to show it. Because of this, I think he thinks that even if it is a parent's care, it has nothing to do with him. However, if I push myself too hard and collapse, my husband will be in trouble. I can imagine the housework being delayed and becoming messy. My mother-in-law will feel responsible and will be sad. Even if I get through this time, something like this may happen again. No, it's better to assume that it will happen. Neither my mother-in-law nor we will ever get any younger. We need to help each other out in the future. That's why I want you to help me with the housework. I won't suddenly ask you to cook dinner. How about folding the laundry or cleaning the bathtub while you're out for a walk? Normally, my husband would notice things himself, so why do I have to go out and do so much? I ask with a smile, thinking that you could even prepare your own bread and coffee for breakfast. I feel empty saying what I can do little by little. It's like I'm talking to a child. No, if this will reduce my burden even a little, I'll close it. My husband looks dissatisfied. What on earth is bothering him? How can I ask him to do more? As I was thinking that, my husband said something unbelievable. Are you kidding me? Huh? I'm not kidding. You understand the situation, right? Help me with the housework, even though I'm the one who earns the money. Why are you being selfish even though you're a full-time housewife? Being selfish is an infringement. I was listening carefully. My husband held his head and sighed. Are you telling me to work at the office and at home? I didn't say that. You're a devilish wife. You're in a position where you can make a living thanks to me. I feel uneasy with your terrible words. You think that full-time housewives are in a lower position. You're a person of the times. I'm grateful that you have a job. But I work all day too. You're so superior. Do you really think that the housework and care you do have value? You can do it as you want, right? Anyone can do it, right? If you're a professional, it's not that, but you're an amateur. If you still want to argue, write a divorce paper and get out. I couldn't find the words. Even though I was angry, there are things that are good and bad to say. My husband was grinning as he watched me in shock. It seemed he didn't mean it. He was just threatening me, a full-time housewife. Besides, he knows that I would never abandon my mother-in-law. Anger wells up. Oh, I get it. I'll do as you wish. Something inside me broke. Everything I'd built up lost balance and collapsed. It seems I've reached my limit. I'm getting a divorce. What? I'm going back to my parents' house. What? Hey, I won't forgive you. Apologize first. I calmly respond to my grumbling husband. There's no need to apologize. I told you to get out. Are you going to abandon your mother? Why don't you ask a professional instead of an amateur like me? You said it, didn't you? You're free, but a professional will cost money. After all, to my husband, I'm a free fire government. My feelings are gradually waking up. You can do it too. After all, anyone can do it. No. But look, you have no compassion. You can't be grateful. Who do you think you are? Stop getting carried away. Huh? What's wrong with you? How dare you say something like that to me? My husband asked me with a twisted face, but I didn't reply. I don't want to waste the rest of my life taking care of such a man. I packed my things. It's a 2-hour drive to my parents' house.
As soon as I started driving, I calmed down and started to worry about my mother-in-law. Will she be okay without me? Will she push herself with her immobile legs? I was supposed to give her a special cell phone so I could contact her directly. But my husband said it was unnecessary because it was a waste of money. What a stingy man. I don't think he would neglect his parents no matter what, but if something were to happen, I would regret it more than I could. However, if I return home with half-hearted feelings, I will just repeat the same thing. My husband, who has been with me for many years, knows my personality and probably thinks I will come back soon. See, I can see his triumphant face. I'm frustrated. I'm angry. I parked the car at a convenience store and was wondering what to do when my smartphone rang. Hello. It was a phone call from someone I see every day. I was surprised by what he said, but I didn't need to think about it. I understand. I'll be there right away. Please wait for me. I won't worry anymore. Well, shall I make him regret it? A few hours later, I put on my favorite apron and cook a meal in the familiar kitchen as usual. In the living room, my mother-in-law is watching the evening news as usual. My husband, who came out of the kitchen, notices me and yells out. Hey, what are you doing? What? I'm cooking. I'm making dinner for my mother. I answer nonchalantly. I knew you were back. You only ran away for a few hours. Are you done? You must be lonely. I continue to cook silently. You're divorced, so you're a complete stranger now. The number is how you bow to me before coming home. My husband, annoyed at the lack of a response, grabbed my shoulder and I said coldly, asking if he could hear me. If you grab a complete stranger, it's assault. Then you're a residential resident. I'm working. Work? Yes, I came to do housework and nursing care work at your mother's request. Huh. What do you mean, mother? My mother-in-law says. I called Mikiko and asked her. Why are you doing something on your own? This person is a stranger now. What are you saying? You were shaking with me after he left. My husband is red-faced and sulking. My mother-in-law laughs. Since you ask someone else to take care of the house, you have to pay them a fair amount. A reward? What are you so surprised about? It's your fault. After I left the house just now, my husband said, I won't spoil you. You should think of it as a recovery and act. If you don't leave, it will be a rumor. He declared that he would do nothing to my mother-in-law. There's no way he would ask a professional woman to take care of him. In the end, he said he was tired and stayed in his room. My mother-in-law decided to give up on him immediately. It was a wise decision. And then she called me. I don't want to interfere in their marital problems, and I'm not against the divorce. My mother-in-law spoke calmly without blaming me for leaving. But I'm angry at her strange attitude and lack of effort. Yes. Mikiko, can you help me? What? I was thinking of smoking. That's a real you. That's right. Let's make her say it. My mother-in-law has become quiet since she injured her leg, but she's lively for the first time in a long time. Maybe she was saving up her strength. You've been told so much and you've been putting up with it, so you're probably angry too. That's true. It's not too late to leave after getting revenge, is it? And I was asked to do housework and care as a job. The period is until my mother-in-law is satisfied. The payment is all of my mother-in-law's tush savings.
My husband said, trembling. Don't be ridiculous, that's a rip-off. Then it's the amount I proposed, said my mother-in-law. I nodded. Mom, this person is a coward who gave up on housework and caregiving and left. Oh, I wonder who this person is talking about. About himself. I will never pay him. Well, I don't have any work to do, so I'll go home. Scale hurriedly stops him. That's a problem. Then who will do it? It's pathetic that you can't say I'll do it. Of course. All my husband can do in this house is eat the food that's cooked for him, take a bath that's prepared for him, and complain while sitting back. Is there anything else? My mother-in-law glared at my husband. No matter what you say, I'll have Mikiko take care of me. I gave you the Tush deposit as a reward, so you can use it freely. I'm happy about that. First of all, I want to buy your mother a cell phone, put handrails all over the house, and get the nursing bed she's always wanted. No, no. That's my money. My husband said so clearly. My mother-in-law frowned. What? Go back one more time. I'm telling you not to waste it. It'll cost me money. I can't close my mouth when I see you. My mother-in-law seems to be stunned and speechless. What's with that face? I'm just telling the truth. My mother-in-law's savings account is mine. It reminds me of Giant, but I'm shocked by his selfish remarks. I don't think even the main family has said this recently. You abandoned the care of your mother who raised you, and now you're saying it's my money? It's a waste of my money, my mother-in-law said. It was a low voice I'd never heard before. I understand. I didn't want to become a noisy old man, so I've been holding back until now, but I've made up my mind. Say what you want to say clearly. What, Mom? You're a useless person. What? You're just a useless person who only has a big attitude. You don't think you can get your way without even being grateful to your family. It's pathetic to see you yelling at your mother at your age and panicking. Since when have you become such a person? Calm down, Mom. I haven't changed since the old days. You may have forgotten a long time ago, but I haven't. What? When I was in trouble, you always helped me out. I was happy. I think that's the real you. Or maybe it was just an act for the inheritance. My father-in-law, who passed away 10 years ago, was incredibly violent. He was a typical Showa-era father, stubborn, and my husband says he doesn't know how many times he was subjected to unreasonable abuse. When he was young, he even hit his mother-in-law and turned the table over as a matter of course. It's scary to imagine it from the perspective of the person who had to clean up. I don't know how many times I was told about my incompetence and sulkiness after I came as a wife. My husband kicked him and supported him. He was kind at that time. My father-in-law was more rude than a husband, and even declared that he would take his fortune to the grave. I thought it was a joke, but I didn't like his rebellious attitude, so he died leaving behind a letter of insult that said he would never fight his son. My husband was devastated by his pride as the eldest son and all the patience he had shown up until now. Of course, he had the right to receive medical benefits, but I thought it was strange to ask my mother-in-law, who was in the same household, for them. You will inherit the assets in your mother's name. It doesn't have to be now. I said that and slacked off. At the time, it was settled. I hated my father-in-law, but I didn't think my husband would take his place. I thought he was getting carried away because he wanted Egan as the section chief, but he probably got comfortable with the situation. Or is there a father and son after all? I know that you are a kind son.
You lost Mikiko and left me as a joke. Are you really satisfied with that? My husband wavers as he looks at his mother-in-law's painful face. He looks at me as if asking for help, but I don't change my stern expression. Now is your chance to change your mind. Mom, please forgive me. My mother-in-law nodded quietly. I'm glad. As I thought, you are a kind child, unlike your father. Then she glances at me. Oh, Mikiko, I'm really sorry. I'm surprised that she apologized so honestly. I think my mother-in-law has the ability to control minds. I said. It was a shock when she said she wanted a divorce. If you think about your family, you can't say something like that. I regret it. I'm glad you came back. Don't say it again. I understand. I thought I should be the one to say it, but I won't say it aloud. Your mother won't forgive you in a good way. Her goal is to make you say it. My husband made a promise with us after that. To take charge of some of the housework. To actively take care of my mother-in-law. He looks dissatisfied, but he did take the place. If you break the promise, I'll make you leave. What? I'm leaving? That's right. I won't let you have anything then. I understand. I'll keep my promise. I've been scolded by my mother-in-law for the first time in a while, and I'm obedient. No matter how old you are, it's unpleasant to be scolded by your mother. I felt relieved that he seemed to have returned to his old self. HMPH. It's no big deal if you think you'll get the inheritance. My husband said that quietly. I didn't miss it. Was it impossible to change his mind so quickly? Well, it's fine for now. My husband doesn't know. I'm sure we won't find out for many more years. I'll save the time to hear the real guffaw for then. In fact, there is no inheritance left in this house. Of course, it's the monk's fault, and only my husband doesn't know. Before the donations ran out, after writing a letter to my son saying that he would not fight a single battle, he donated all the land to the local government without our permission and donated the deposit to the Red Tent. This made the contents of the letter of the guffaw absolute. My mother-in-law tried to stop him many times, but it was useless. My husband, who has not claimed his medical share, remains unaware of anything. He believes without a doubt that my mother-in-law has inherited all the assets. When it's finally his turn, what he was expecting doesn't exist. When he finds out the truth, I'm going to pretend I didn't know and be surprised together. And then I'll enjoy the real guffaw. I'm looking forward to it. The chest deposit that my mother-in-law hid and protected was given to me as a reward, so there will be no inheritance that my husband is expecting. He has no choice but to live a better life. Now, since he promised, I don't want him to make an effort for his family. He said that anyone can do it, and he will soon master housework and caregiving. I think it's hard to learn new things when you get older. Especially if it was something he had no interest in before. When he actually tried it, my husband was far from useless. He does unnecessary things. He broke dishes, spilled shampoo refills, and made countless small mistakes. The other day he burned a fire in the microwave and was sulking because he was scared and said he couldn't use it anymore. What a troublesome man. He finally offered to quit because he has no talent. When I heard that, I was like, oh. Your father is also a person who doesn't keep his promises, so it was a problem. Don't put me in the same category anymore. You're using my father-in-law as an example. It's hard to teach him. I'll be in trouble if he doesn't learn quickly. I understand. Don't think you can get away. It's pathetic that you gave up after only a few days. How many years do you think you've been doing this? I'll make him keep working hard.
At our house, we installed handrails and renovated the floor. We removed the steps and secured a wheelchair access line. My mother-in-law told me to use it meaningfully, so I paid it from the fee I received. My husband was against it, but now that he is in the position of caregiver, he finally seems to understand. Just having a handrail makes it easier for the caregiver. I think we should have a professional remodel. It would be easier to have an electric bed. That's why I think I'll get my husband to pay next time. He won't complain anymore. Now, my husband has asked me to cancel the divorce. That's a problem. Because we haven't filed for divorce, we can't cancel something that hasn't been done. In the first place, neither of us wrote it. I thought he knew for sure that the divorce hadn't been finalized, but it seems that his memory was confused by the shock of me leaving. From my husband's perspective, my current position is like a live-in employee. But I won't tell him. That's more convenient. If he goes back to being a wife, he might treat me harshly. If he treats me like a fire government or property again, I won't be able to forgive him this time. I still don't trust this person. Besides, if we really got divorced, it would be a problem if something happened. I don't intend to give up my responsibilities and rights. I won't abandon my family. My husband is like an apprentice for now. He's in training for both housework and caregiving. I'm his boss. My husband, who is an old stubborn man, will do better if the relationship between superiors and subordinates is clear. It will be a while before I can accept you, but I will tell you when I do. It all depends on how hard you work.家のことしろよ。たった1日、家事をボイコットしただけで私を糾弾してくる夫と姑。は？なんで私が？自分のことは自分でやりましょうって親から言われなかった？あ、お母さんの教育じゃそれは無理か。だってなんにもしない人の教育だもんね。どうぞそのまま好き放題やって生きてみてください。私はもう何もしませんから。と思っていたら、夫たちは家族全員で墓穴を掘ることになったのだった。私の名前は京子。月曜から金曜までがっつり働いて、土日に映画を見ながらぐいっとビールを飲むのが大好きな40歳だ。少し肌寒くなってきたし、今年はお月見しながら熱燗なんて大人な夜も過ごしたいな。今でこそ毎日のびのびと過ごしているが、今から5年ほど前は居心地の悪い日々を過ごしていた。当時の私は夫のコウタと結婚して2年目を迎えたばかり。大好きなデザイナーの仕事をこなしながらも、子供を産むか、それとも働き続けるか、という問題に悩んでいたところだった。そんなある日、いつも優しい同居の姑が私にこんなことを言った。あなた、一体いつまで仕事を続けているの？と。その時初めて知ったのだが、姑は私が外で働いていることを良しと思っていなかったらしい。しかし、共働きを続けてほしいと言ったのは夫だ。同居の義両親の年金は正直多くはなく、夫と私で2人を養わねばならない。しかし、夫の給与も多い方ではないため、稼ぎの大きい私の仕事は、この家の中で手放してはならぬものだった。まあ、私の場合、そもそも仕事が好きなので、結婚したら仕事を辞めろ、なんて言われたら、そもそも結婚してなかっただろうけど、そんな裏事情を知ってか知らずか、姑は、女性は本来、仕事になど行かずに、夫に尽くすのが幸せなのよ。と持論を展開してみせた。横で聞いていた姑まで、私たちは京子さんが家庭に入ってくれると聞いていたから同居したんだけどな。などと言い出す。同居の発端は、結婚後に義両親が足腰が弱って不安
と何度も言うから、じゃあ同居しましょうかという話になっただけだ。私が専業主婦になるとか、そんな話は一度もしていないのだが、姑曰く、夫にはずっと、いつ京子さんは仕事を辞めるのか、と催促しており、その度に夫は、何度か話してはいるけど、あいつも大変だからまだ先じゃないかと答えていたようだ。ちなみに、私には夫と仕事の継続について話した覚えなど1ミリもない。思わず、やられたと思った。つまり夫は、私には働いて稼いでほしいので、姑の味方をしつつ、私を悪者にしてのらりくらりとやり過ごしていたのだ。姑はいずれ、私が自分の希望通り仕事を辞めると思い続け、ついに業を煮やして、私自身に催促に来た。というところだろう。お言葉ですが、私は仕事を辞める予定はありません。と、はっきり告げたとき、姑の顔がとても険しくなった。私たちを騙したの？と声を荒げ、夫が勝手に言っていただけで、そもそもそんな話は出ていないといくら伝えても通じなかった。息子が嘘を言っていると言いたいのか、旦那に対する配慮がないと、私が責められるばかりだ。厄介なことになってしまった。と頭を抱えたのは言うまでもない。この日から夫と義家族との関係がガラリと変わった。その夜、帰宅した夫に、どうしてお母さんに私が仕事を辞めるつもりがあるなんて嘘をついたの？と尋ねた。すると夫は、そう言わないとお母さんが納得しないんだよ。などとのだまう。嘘を言って納得させたって、結局今のようにいずれ本当のことがバレてこじれるだけじゃないか。あなたが嘘をついたせいで、お母さんは私が会社を辞めないと許さないとまで言っているのよ。年寄りの言うことだし、そのうち忘れるって。何よそれ。さっきあなたが言ったことと矛盾してるじゃない。聞こえのいいことを言わないと納得しないような人が、2、3日でこの出来事を忘れるわけないでしょ？俺もお前と母さんの間で板挟みなんだよ。うまくやるから。ちょっと待っててくれ。信じるわよ。信じていいのね。ああ。正直、信用はあまりできなかった。当然だ。今までずっと自分の知らないところで知らない話が進められていたのだから。だけど、私が姑たちに話をしたところで、今より良くなることはきっと 100% ないだろうと思う。しかし、姑たちにとって最愛の息子である夫が間に入ってくれるなら、いくらかマシだろう。期待はできないけど、様子を見てみるか。と、この日の話は終わった。それから2日後。肩を揉んで。姑から突然冷たく言い放たれた。ちなみに、これまでそんなことを頼まれたことはない。まあ、手も空いてるし、別にいいか。と言われた通り肩を揉むと。痛い！もっと優しくして！はい、すいません。そんなに強くしたつもりはないのに、姑は飛び跳ねるように痛がって、強い力で私の手をペチッと叩いた。絶対に私の肩を揉む手より強かったと思う。何なんだ？と思いつつも、力を弱めて揉み続ける。すると、仕事辞める気がないんですって？と聞かれた。はい。私は半分自営業みたいなものなので、勤務時間の調整もできますし、家庭と仕事の両立もできています。何より仕事が好きなので辞めたくありません。そう。あなたの意思は分かったわ。でも、この程度で家庭と仕事の両立をしているなんて言わないでほしいわね。え？仕事を続けるって言うなら、今の倍頑張ってもらわないと。頑張るって何をですか？今だって食事の支度も掃除も私がやってますよね。必要なことは網羅できていると思っているのですが。何言ってるのよ。子供も作ってないし、家事だって。この間の麻婆豆腐のソースはレトルトだったじゃない。どうやらこの姑は、クックドゥの麻婆豆腐ではなく、本場の中華をご所望らしい。
我が家には中華鍋すらないのに。料理人でも雇えよと思ったが黙っておいた。わかっている。姑は本格麻婆豆腐が食べたいわけじゃない。私にイチャモンをつけたいだけなのだ。この日から我が家ではカレーも麻婆豆腐も市販のルーなどは使わず、一からスパイスを集めて作ることが義務付けられた。誰がやるか。しかし、私が簡単にへこたれず、ああ、はいはいという感じで受け流していたのが、姑は面白くなかったのだろう。食事がまずいだの。お前が入れた風呂の湯がぬるい。私に風邪をひかせたいのかなど。私のやることなすこと、文句を言うようになった。俗に言う嫁いびりである。まあ、この程度なら、私も、はいはいとやり過ごせるが、だんだん面倒なことになってきた。厄介なことに、姑自身も、少しずつその行為が楽しくなってきたようで、無理難題を投げかけるような、徐々にハードないびりへと転向していったのだ。嫁ならお父さんの背中を流しなさいよ。などと言い出す始末だ。姑の背中を流すなんて絶対にやりたくない。ちらりと夫を見つめ、助けを求めたが、人に背中を流してもらうってなかなかない体験だよな。なんて、どうでもいいことを言って、妻を無視はしてないけど、助けもしません、というスタンスをとっていた。私を助ければ、姑に角が立ち、知らん顔をすれば、私と険悪になるからこその対応だろう。この、のらりくらりとした態度に、私の腹の中のマグマが、ボコボコ煮え立った。姑は姑で、嬉しいな、若い女性に背中を流してもらえるなんて。と気持ち悪いことを言いながら、私を無理やり浴室に引っ張っていった。年のくせに力は強く抵抗ができない。みんな笑顔でこちらを見るばかりで、誰一人止めてくれないし、姑も調子に乗り始めていたのか、嫁を言いなりにできる、とニタニタ笑っている。最悪だ。結局、背中を流さないと収まりがつかなかったので、いやいやながらも姑の背中を流した。翌日。あの後、何もかも面倒になり、髪も乾かさずに寝たせいか、はたまたストレスのせいか、私は熱を出した。38度5分。一歩も動けないとは言わないが、動けば気分が悪くなる。これはもう、家事はほとんどできないなぁ、と私は諦めた。普段から毎日掃除も洗濯もやっているので、1日くらい休んだところで全然問題はない。ゆっくり体を休めて明日に備えよう。と思っていたら、その夜、夕食時になって姑がブチギレた。何よこれ！主婦をサボるな！冷凍食品なんて論外よ！そう言ってテーブルの上にあったシューマイをひっくり返す姑。いや、それ冷凍じゃないです。この間作った分を冷凍にストックしてたので、それを出しただけで。一度冷凍庫に入れたら冷凍食品よ！ふざけないで！そんなバカな、と私は言葉を失った。しかしもう、姑と喧嘩する体力も気力もない。こちとら今だって冷却シートをおでこに貼り付けて、ゼーハー言いながらなんとか生きている状態だ。心なしか熱も上がっている。わかりました。でも、もう今日私は熱があるので、ちょっと新しいものは作れないです。我慢してください。我慢？あなた、親に向かって我慢しろって言うの？ちょっと、コータ、あなた自分の嫁のわがままを許しすぎなんじゃない？バンと机を叩く姑に圧倒されたのか、突然話を振られた夫は苦笑いで、今まさに、いただきまーすと口に運んでいたシューマイをかじらず皿に置いた。そうだね。熱があっても作れる手料理を考えればいいだけだし、今のは京子のわがままだ。母さんの言う通りだよ。いい機会だからこいつ教育し直してやって。は？夫の言葉に思わず私はドスの効いた声で聞き返した。睨みつける私の目から逃げるように、夫は私と反対の方向へ顔を向ける。この風見鶏男。夫の言葉が嬉しかったのか、姑は。私の背中を見て主婦のあり方を学びなさい。
なんてドヤ顔で言っていた。その後は姑も混じって私の悪口を言い、責めてるわけじゃない。直せばいいだけ。などと繰り返した。苛立ちからさらに熱が上がっていたので、ほとんど覚えていないが、家事も掃除もしない奴らが言いたい放題言ってくれたことだけは分かっている。ぼんやりしている私が気に食わないらしく、姑は、病人ぶってサボってるのもいい加減にして、サボってないで働けと再び私を罵った。高熱が出ていると言っているにもかかわらず、今日も掃除をしていなかった。洗濯物も溜まってる。などと言い出すし、そんなに1日分の洗濯物が脱衣所に置いてあることが不愉快だと言うなら、自分たちが洗えばいいじゃないか。それとも洗濯機にお前らごと突っ込んでやろうかなんて野蛮な考えも浮かんでしまうくらい、熱も相まってイライラの収まらない私は、この日をきっかけに、この家族が大嫌いになった。絶対にこの人たちに一泡吹かせてからここを出て行ってやる。翌日、全開した私はいつも日課にしていた姑と姑の昼食作りをやめて、自分はランチをしにファミレスに出かけた。帰ってきた私に姑は何度も、お腹が空いたわ？親を飢えさせる気？と怒鳴ってきたが、お母さんにはお腹の脂肪がたっぷりありますから、まだ飢えませんよ。と笑顔で返してやった。指摘が恥ずかしかったのか、真っ赤になって怒る姑の顔は面白かったな。ウルトラマンのピグモンそっくりで。いや、姑に似てるって言われたピグモンの方が迷惑か。ごめん、ピグモン。その日は片付けも洗濯もすべて自分の分だけやった。何もかもやめてみて気づいたのだが、姑も姑も物を出したら出しっぱなしだ。昔はこんなことなかったのだが、私をいびるようになってから調子に乗ったのだろう。まあ、好きにすればいいですよ。自分たちのところがどんどん汚くなるだけですからね。お風呂も浴槽の掃除をして、一番に自分が入った後はお湯を抜いてやった。真冬なので、なんで浴槽の湯がないのよと、姑たちは憤慨していたが、知ったこっちゃない。夕食も自分の分だけ作り、誰より早く食べてさっさと寝てやった。翌朝、起きてリビングに行こうと階段を降りたところで夫が、おいと大きな声で私を呼び止めた。隣には姑と姑立っている。何じゃねえだろ。朝食も作らない気じゃないだろうな。さすがに今日は家のことしろよ。え？嫌なんだけど。反論が意外だったのか、私の言葉にきょとんとする夫と姑。姑が、どういうつもりだと尋ねてきた。お母さんの背中を見て学んだんですよ。主婦のあり方ってものを。母さんの？皆さん、まさかと思いますが、主婦の定義をご存じないんです？そう言って私がくすっと笑うと。知ってるに決まってるだろ。そんなくだらないことでマウントを取りたいのかと夫が声を荒げた。まさか、誰でも知ってることだし、こんなことでマウントを取るなんてアホな考えは持ってないわ。でも、主婦の定義がわかってるなら、もう言わなくても、理解できるわよね。揃いも揃ってアホ面でこちらを見る3人。おいおい、結局主婦の定義を知らないんじゃないか。あなたたち、いつも私に、主婦ならああしろ、こうしろって言いますけど、お母さんも主婦だって忘れてません？主婦の定義って、一家の主人の妻であるってことなんですよ。お母さんだってお父さんの妻ですよね。私の言葉に姑は、何を当たり前のことを。と不満そうに答えた。そう。当たり前のこと。その通りです。お母さんも私を見て主婦を学べって言ってましたしね。だから主婦を学んだんですよ。お母さんの背中を見て。だから、私の背中を見て学んだなら、朝食くらい作りなさいよ。さっきからまどろっこしくて意味がわからないわ。
朝食を作ってない人の背中を見て学んだら、朝食を作らない嫁ができるに決まってるじゃないですか。私、お母さんがこの家で家事をしてるところを見たことないんですよ。主婦として学習の機会が一度もない。つまり私は今、本当の主婦を知らないので何もできません。それはへりくつじゃない。へりくつだろうが、こりくつだろうが、なんだろうが、お母さんが言ったことはそういうことですよ。私がお母さんから学んだのは、主婦は物を散らかし、好き放題やっていいってことくらいですね。だから私もそれに習います。なんて可愛げのない嫁なの？姑はわなわなと震えながら拳を握っていた。そこに助け舟を出そうとしたのか、母さんはな、昔はちゃんと家事をしてたんだと夫が言う。しかし残念。船は船でも泥船だ。昔ね。つまり今はやってないって、ぐうたら母さんになったと認めるのね。お母さん、ちょっと主婦ならちゃんと子育てした方がいいですよ。この息子さん、あなたを助けようとして、あなたの墓穴を掘っちゃいましたよ。ああ、どんまーいと、私が林立てると、姑は、あんた、私のことをそんな風に思ってたのねと、夫を睨みつけた。違うって、母さん。俺はちゃんとわかってるよ。母さんだっていろいろ大変なんだよな。そうね。お母さんいつもゴロゴロして、お腹に脂肪を貯金するのに忙しいものね。そりゃあいろいろ大変だわ。ちゃちゃを入れるな！お前は黙ってろ、京子！私の言葉に夫は焦り、必死になって、母さんはもう年だし仕方ないよ。などと姑をなだめる。しかし、その言葉の一つ一つがどれも姑の地雷になりそうなものばかり。家事をしないのは、年だから体力がない。太ったのは、もう誰も母さんのプロポーションには期待してないから油断した。ゴロゴロしているのは、年を取ると眠るようになくなるって言うし、ゴロゴロするのはきっと本能的な問題だそうだ。最後のなんて、しれっと老衰を示唆しているわけで、姑の顔に青筋が浮かんだのは言うまでもない。おまけに姑まで。まあ、母さんは太ったよな。この間俺のズボンを履いてただろう。サイズぴったりでびっくりしちゃったよ。などと神経を逆なでるような言動を繰り返した。お母さんほんと、子育てもですが、夫も教育した方がいいのでは？と私が言うと、涙目でこちらを睨みつける姑。うるさい！どいつもこいつも私を悪者にして、もう知らないんだから！そう言って、ドタドタと家を出て行った姑。夫も姑も追いかけず、まあ疲れたら帰ってくるよ。などと言っている。玄関先で、誰か追いかけてくれないかなと言わんばかりに振り返っていた姑が少しかわいそうになった。なんだ、京子。頭冷やしてさ、この件は水に流そう。な。あれは母さんの手前、ああ言うしかなかっただけで、俺はお前のこともちゃんと分かって。うん。離婚しよう。え？私のこと分かってくれてるんだよね。それなら何が言いたいか分かってたでしょ？離婚しよう。いや、ちょっと冷静に。これ以上にないくらい冷静よ。はいこれ。昨日離婚届取ってきたの。書いて。待てよ。ほら、もし母さん帰ってこなければ過ごしやすくなるわけだし。そうだ。母さんが帰ってこなければ環境が変わる。一件落着だ。全力で姑を見捨て始めた夫を前に、私は夫に差し出したボールペンを思い切り壁にぐさっとぶっ刺した。うるさい。書け。そう言って睨みつけると、徐々に青ざめ、腰が抜けたのか尻餅をつく夫。ほーら、休憩しないで。さっさと書いて。印鑑は持ってきてあげるから。はい。きっといろいろ言いたいこともあったのだろうが、夫は完全に言葉を失い、私に怯えて震える手で離婚届にサインをしてくれた。これで私は晴れて自由の身だ。その後、財産分与などについても話し合い、
夫とはしっかり離婚をしたが、その際、家族がバラバラになったと報告を受けた。どうやら、姑は家を出て行ったふりをして庭に隠れていたらしい。しかし、誰一人自分を追ってこないどころか、私が出て行った後に、姑と夫が居間でお茶をしながら談笑する姿を見てしまったそうだ。二人はテレビを見て笑いながら、そのうち昼寝までして、夜になったら普通にコンビニに行き、夕食を食べ、酒を飲んでいたという。その光景を一部始終見ていた姑は、家に戻り、大暴れして失踪したという。夫は腕を、姑は背骨を折ってしまったという。姑、火事場の馬鹿力を全力で出しまくったようだ。姑と夫も義母の襲撃を受けた際に、コーダはどうなってもいいから、俺に危害を加えるな！いや、父さんは好きにしていいから、俺だけは助けて！と仲間割れ。現在は皆別々の場所で暮らしているようだ。嫁いびりの代償が大きくつきましたね、皆さん。一方私は、もう結婚はいいかなーとお一人様を楽しんでいる。そういう相手がいなかったわけじゃないんだけど、もうめんどくさくてね。最近はネットの配信者さんのメンバーシップに入って、そこで共通の趣味を持った人たちとチャットをするのが楽しかったりする。美容系の配信者さんなので、ファンも女性ばかり。もう2年ほど加入しているので、何人かは実際に会って旅行に行くような仲になった。もともとは顔も名前も知らない同士なのに仲良くなることってできるんだなぁと温かい気持ちになれる。年齢層20代から60代までとバラバラ。年上の人も多いけど知らなかった夏メロを知ることができたり、郷土料理を教えてもらったり、刺激をもらうことが多い。世代の差を感じない付き合いって素敵だよね。年上の人と関わるのって学びがあるから大好きだ。世間的に見れば独身だし、お一人様だけど、決して一人ぼっちではない。大満足の日々を送っている。なんでお前がいるんだよ。大事な式を邪魔すんな！帰れ！どうして夫が別の女性と結婚式を挙げているのだろう。どうして私が帰れと怒鳴られなくちゃいけないの？あろうことか別の女性と式を挙げようとしている夫。私は会場に怒鳴り込んだ。だが何としても式を強行しようとする夫についに私は切れる。ああ、そうですか。それじゃあせっかくなので、式を盛り上げて差し上げましょう。私は扉を振り返って、待機してたその人たちを呼ぶのだった。私の名前は涼子。32歳の兼業主婦だ。夫の陽一と結婚して7年。夫婦喧嘩はいっぱいしてきたが、子供の存在に救われてどうにかこれまでやってきた。でも最近は夫婦喧嘩も減って平和だな。ふと考えてそこで気づいた。そうだ、喧嘩が減ったのは単純に夫婦の時間が減ったからだ。今日も残業で遅くなる。でもって明日から3日間出張で留守にするから。また？最近ハードね。稼げる時に稼いどかにはならんご時世だからな。いつ仕事がなくなるかわからないんだ。頑張るしかないさ。そう言って、夫はあくびをしながら出社していった。パパ、またお留守なの？起きてきた年中の娘が目をこすりながら聞いてくる。そうだよ。パパは忙しいんだって。明日はお休みなのに。忙しいからといって、土日まで出張なんてブラックなんじゃ？と思わなくもない。けれど、家族のために頑張ってくれてるのだから何も言えないのも事実。不景気な昨今、希望通りの条件が当てはまる会社に簡単に転職できるわけもない。それは私も仕事をしてるからわかる。お母さんはお休みだから明日はお弁当持って動物園行こうか。本当？やったー！
寂しそうな顔から一転、笑顔をはじけさせる娘が愛しくて、私は微笑むのだった。忙しいからとはいえ、あっという間の子供の成長を見届けることができないなんて、出張中の夫に娘の写真を送ってあげようと思った。その晩、残業で疲れたと言って早々に寝てしまった夫。翌日は朝早くに出たらしく、私が起きた時にはすでにいなかった。大変だなぁと思いつつ、お弁当の用意をする。動物園に娘はとても大喜びで、いい笑顔の写真がいっぱい撮れた。ので、夫に送ったが、仕事中だからだろう。なかなか既読にならない。昼頃に既読になったが、リアクションは何もなく。結局、夜になっても何ら連絡はなかった。夜になったら電話でもしてみるかなと思っていたのだが、友人からの電話で忘れてしまった。何せ友人からの電話は結婚報告という実にめでたい内容だったのだもの。そうなんだ、おめでとう。式に来てほしいと言われたので、もちろんと二つ返事で OK する。出張から帰宅した夫に早速その話をするのだけど、疲れてるんだ、またにしてくれ。と、つれない返事。とはいえ残業続きからの出張だ。疲れてるのは当然だろう。ごめんと謝れば、夫は無言で部屋に閉じこもった。いつからか夫婦の寝室は別だ。自室で夫が何をしてるのかわからない。一人になりたいと思うこともあるだろうが、ちょっとこもりすぎではないだろうか。残業で深夜に帰宅、休みの日はほぼ出張。さすがに怪しくなってきた。一度夫の会社に聞いてみようか？いや、でもなぁ、と悶々とする日々が続いた。ある日、珍しく休日に夫が家にいることになった。娘は大喜び。パパ、遊んで。と、夫の腕を引っ張るが、ごめんなぁ、パパは疲れてるんだ。それに今もお仕事してるんだよ。お仕事って、携帯いじってるだけでしょ？仕事相手とのやりとりしてるんだよ。その言葉に不満げな娘。そりゃそうだろう。夫はソファーに寝そべりながら鼻歌混じりに携帯いじってるのだから。仕事相手とのやりとりでそんなご機嫌になる？私の疑問はさらに大きくなってきた。これはもはや女の勘だ。こそこそっと夫の背後に回って携帯画面を見ようとしたが、敵もなかなかやるもんで絶妙に見えない角度になっている。でもそれが逆に怪しい。何もなければ堂々としてればいいのだから。その妙な寝そべり方、絶対首痛いし、そんな体勢で携帯いじるか？って角度になってる。怪しい。実に怪しい。私の疑念は確信へと移りかけた。だからちょっと鎌をかけてみたのだ。友人の結婚式の日なんだけど、休日だしあなたもお休みでしょ？娘の面倒をお願いできる？式の日はまだまだ先で仕事の調整ならできると思った。しかも本来なら会社は休みの日だ。だが夫の返答は予想通り。は？休日でも仕事あるのお前もわかってるだろ？そんな先の予定まで埋まってるはずないのにね。いつもギリギリに休日出勤を告げてくるのに、先の調整までできないなんて明らかにおかしい。それどころか夫は、そもそもせっかくの休日に俺に子供を押し付けるとか鬼嫁だなお前。旦那をゆっくり休ませようとか思わないわけ？と言い放ったのだ。せっかくの休日だからこそ子供の相手をするのが父親じゃないの？平日も休日もほとんど相手してないのに、たまに相手するのも嫌と言うなら、親って何なのかと聞きたい。夫は娘が可愛くないのだろうか。冷たい夫の態度に、私はもちろん、娘も悲しそうな顔をするのだった。それからも夫は家にほとんどいない日が続く。毎日の残業は深夜まで。翌日は娘の顔を見ることなく早々に出勤。
休日も当然のように仕事だ。もはやこれでは夫とも父親とも言えない。たまにやってくる親戚のおじさん状態ではないか。いや、それ以下か。これはじっくり話し合う必要があるかもしれない。友人の式の日は結局私の親に娘を見てもらうことになった。ならばと翌日までお泊まりでお願いすることにした。娘は何度か実家に一人で泊まったことがあるので大丈夫だろう。娘がいないうちに、友人の式の後、帰宅した夫とじっくり話し合おうと決意するのだった。そして友人の結婚式当日、空は快晴、最高の式日和だ。じゃあ行ってくるわ。夫はそう言って朝早くから出て行った。仕事だというのに随分ラフな私服で出て行く。休日出勤だからいいんだよ、なんて言ってたけど本当だろうか。まあ夜に話し合えばすべてわかるだろう。そう思い、私も支度をして、実家に娘を預けて式場へと向かった。うわー、立派な式場だ。式場は大きく立派なところで、いくつもホールがあり、複数の式が同時にできるような場所だった。総合入り口には、今日式を挙げる家名が書かれている。今日はなんと4組もある。確か今日は大安吉日。ちょうど休日で、大安となれば、そりゃ挙式も多くなるよね。ふと見れば、とあるカップルの名字が私と同じだった。珍しい名字だけど、ないわけではない。偶然だなぁ、なんて思って周囲を見渡した。友人の式にはまだ時間もあるが、ちらほら見知った顔があるのが見えた。声をかけるべく近寄れば、友人がちょっと驚いた顔をして私を見るのだった。やっほー、来るの早いね。って何？どうしたの？よこ、新郎なんだけど。え？顔を引きつらせ、震える手で前を指さす友人。見れば友人が挙式する教会で、先の組が挙式していた。大勢の人のフラワーシャワーを浴びるカップル。だが、見覚えがある顔が、陽一？ちょっと離れたところから見てるから目を凝らした私は、祝福の中心に立つ人物にぎょっとなって叫んだ。歓声に包まれてる当人には聞こえなかったようだが、私には聞こえてる。二人を祝福する声。その中に、陽一さん、絶対奥さんを幸せにしてねーなんて声があった。間違いない。新郎は私の夫である陽一だ。一体何やってるの？あなた私と結婚して7年よね。私たち、いつの間に離婚してたの？知らなかった。いや、してないよね。私たち、離婚してないよね。勝手に離婚届出されてたの？離婚無効確認の手続きするべき？今日休日だよね。休み明けまで待つべき？いやいや、待ってる場合じゃないでしょ。やっぱり、あの人、りょうこの旦那さんだよね。似てるなぁと思ってさ。ちょっと、一回冷静になるわ。はぁ。深呼吸大事。冷静大事。閣下してはまともな話し合いなんてできない。幸せそうなカップル。その一人が夫である事実に頭がついていかない状態で、私はどうにか冷静になろうと試みた。が、全然冷静になれない。そりゃそうだ。自分の夫がどっかの誰かと結婚式挙げてるんだもの。ダメだ。全然冷静になれない。せっかくセットした頭をかきむしりそうな勢いの私。そんな私の肩をポンと友人が叩いてくれた。その手のぬくもりがようやく私の頭を冷静にしてくれて、うなずく友人にうなずき返して私は携帯を取り出すのだった。式が終わればその後は披露宴。大きな式場は披露宴会場も併設している。入り口に書かれた案内を見れば夫の披露宴会場はすぐに分かった。会場の扉の前に立ち大きく深呼吸。ちらりと後ろを見てから私は扉に手をかけた。
バンと大きな音を立てて扉を開く。静寂の中、一斉に私に視線が集中するのだった。披露宴会場に集った面々が驚愕の目で私を見る。出席者の顔を一別してから私は正面を見た。そこには今まさにケーキカットしようとしてる新婚カップルが。そのうちの一人、新郎が最も驚いた顔で私を見ていた。そりゃそうだろう。だって新郎は私の夫なのだから。夫は妻である私の登場に心底びっくりしてる様子だった。その夫に無言で近づく。綺麗に着飾った花嫁とケーキカットすべくナイフを持った夫。しばし呆然としていたが、私が夫の目の前に仁王立ちした瞬間、ようやくはっと我に返ったようで慌て出した。お前なんでここにいるんだよ。あわあわと慌ててナイフを落とす夫。あらあら、夫婦の最初の共同作業が台無しじゃない。慌てる夫に話しかけたのは花嫁さんだった。陽一さん、この女性知ってるの？綺麗な彼女は若くて私より年下だろう。20代前半くらいか。問われた夫は見るからにうろたえている。いや、知らない。こんな女、俺は知らない。でも今、お前って。知ってる。実は知ってる。でも知らない。何を言ってるんだお前は。尻滅裂もいいところではないか。わけのわからぬ夫の発言に花嫁も怪訝な顔をしてる。焦った夫は、実は別れた昔の彼女なんだ。とんでもないことを言い出した。え？昔の彼女？そう。君と付き合う前の彼女。性格の不一致で別れたんだけどさ、納得いかないみたいで、しつこく俺に付きまとってるんだよ。そうなの？はぁ？ふざけた夫の言い分に心底呆れる私。かわいそうに、彼女信じてるじゃないか。気の毒に思ってたら、すごい形相の夫が私を睨んでいった。おい、お前、俺たちはとっくに別れただろ？大事な式を邪魔しやがって。後で訴えてやるからな。とにかく今は帰れ。そう怒鳴られた瞬間、かろうじて細く繋がっていた堪忍袋の緒がぷっつんと切れた。訴えるのは、なんだよ。ブツブツと気持ち悪いな。早く帰れ。訴えるのは私の方だ！まさか私の方がブチ切れると思ってなかったのだろう。突然の反撃に夫がひるむ。だが私は反撃、いや攻撃の手を緩めない。そんなに式を挙げたいんなら挙げさせてやるわよ。でもあなたの親戚がいないんじゃ盛り上がりに欠けるわよね。叫んで私はバッと会場の入り口を振り返る。だからあなたの親戚呼んであげたわ。私の言葉に夫がきょとんとした直後、再びバンと扉が開き、そこから姿を現したのは。親父、お袋も？そう、夫の両親だ。さらに。兄貴に、姉貴に、おじさんおばさんも？そうです。親戚ご一同です。なんでみんないるんだ？私が呼びました。涼子、お前な。お前なじゃねえわ。どうして私が避難めいた目を向けられにはいかんのだ。真っ青になってる夫は私に掴みかからんばかりの勢いだったが、それより早く義父が夫の前に立った。陽一、このたわけが。うわぁ、父のげんこつ痛そう。全然同情してない目で、私は夫の頭に振り下ろされる拳を見ていた。そうなのだ。夫が式を挙げてるのを見た私は、義両親に速攻で電話したのである。当然だが、仰天の声を上げる義両親。即座に親戚一同で来ていただいたのだ。
ちょっと、親父待ってくれ。俺の話を聞いてくれ。聞く耳持たん。というか、お前そこに座れ。説教だ。ここ硬い床なんだけど。いいから座れ。はい。さすがの親父の雷。スライディングの勢いで夫は床に正座するのだった。ガミガミ説教されてる夫を鼻で笑った私は横に立つ女性に声をかけた。状況を理解できず呆然とする女性。そう、花嫁さんである。気の毒ではあるが説明しないわけにはいかないだろう。私は彼女に話しかけた。はじめまして、陽一の妻です。妻？呆然と夫を見ていた花嫁は弾かれたように私を見る。かわいいな。夫のもろ好みのタイプって感じだ。ちなみに私は平凡な顔。理想と現実の違いの、私は現実。目の前の彼女は理想ってとこかな。7年前に結婚して子供もおります。子供？信じられないという彼女に結婚式の写真を見せた。義両親に頼んだら持ってきてくれたのだ。それからと携帯画面を見せる。赤子の頃の娘を抱く夫の写真だ。最近の写真はないんだよね。全然夫いないから。それを呆然と見る花嫁さん。察するに何も知らなかったんだろうな。夫との馴れ初め聞いていいですか？仕事先の常連さんで。どうやら彼女は喫茶店に勤めているらしい。そこに頻繁にコーヒー飲みに来てたのが夫。付き合ってくれないかと言われました。はい。夫から言い寄ったのが判明。この年まで独身だったのは、きっと君に出会う運命だったんだと言われたんです。はい、夫、大嘘ついてました。仕事の後はいつも家に来てくれて、休日もいつも会ってました。旅行もよく連れて行ってくれてたんです。あらあら、証拠がゴロゴロですね。そうか、残業と嘘ついて彼女の家に行ってたのね。休日も彼女に会ってたわけですか。夫を訴えたいので、その証拠をいただけますか？ずうずうしいお願いに彼女は心よくうなずいてくれた。よし、これで証拠はゲット。優位に話は進められるわ。まあ、こんな状況証拠揃いまくってるのだから、問題なく離婚できるだろうけどね。怖い義父にガミガミ説教され続ける夫。号泣してるが、泣く権利はお前にない。夫の横にかがみ込んで、私はポンと肩に手を置いた。泣きながら私を見る夫は、実に情けない顔をしている。涼子、ごめん。どうしても俺、彼女と式を挙げたかったんだ。結婚してくれないなら別れるって言われて。どうでもいいから離婚してね。本気でどうでもいいので流れるようにうなずいて言ってやった。そしたら夫、すんごい目を丸くするの。そこ驚くとこ？離婚？いや、俺はそこまでするつもりは。こんな式まであげといて何言ってんのお前。拒否権あると思ってんの？お前って。お前はお前だろうが、もう名前も呼びたくないんですよ。浮気してたってことで、慰謝料、それから養育費、すべて一括で払ってもらいますから。やだ！離婚だけは！この後に及んで何抜かすかお前は！一体何なんだこいつ。もう夫うんぬん関係なく人として許せん。私だけじゃなく、娘を放置しておいて何が離婚したくないよ。全然いないお前なんかいらないんだよ。さっさと別の人と結婚すればいいでしょ？違うんだ。俺は。どういうつもりか知らないが、離婚したくないと泣き叫ぶ夫。それに冷たく返してたら小さな声が聞こえた。見れば、うつむいて表情の見えない花嫁さん。彼女だった。幸か。違うんだ。俺は本当はお前を愛してて、
こいつが離婚しないとか言い張って、なかなか離婚できなくて。でも俺、お前とどうしても結婚したくて。いや、お前、今私と離婚したくないとか言ってただろうが。もう自分でも何言ってるのかわからないんだろう。要するにだ。夫は私と離婚したくない。だが、幸香と呼ばれた花嫁さんとも結婚したいと。アホか。と言ってやろうとしたら、義父が、アホかと息子の頭をポカッとやってた。さすがですお父さん。あ、もういいので。それを見てそう言ったのは幸香さんだった。と涙目で見る夫。そんな奴に幸香さんは氷の目を、非常に冷たい目を向けていった。私は、あなたと結婚したくないので。この結婚、やめます。よかったです。籍入れる前で。というか、そもそも籍入れられませんよね。あなた結婚してるんですから。重婚は違法ですし。そんな、待ってくれ、幸香。俺は君を愛してるんだ。奥さんのことは？涼子？涼子は愛してない。はぁ？私のことはと聞く幸香さんに思わず愛してないとか言いかけた旦那を私が睨めば、やっぱり愛してます。とか言い放つ夫。なんだこいつは。お前は、アホか私じゃないよ。アホかと叫んだのは幸香さんだ。ついに彼女が切れた。結婚してるくせに私に言い寄ったことも許せないし、奥さんと子供を裏切る行為も許せない。さらにどっちも愛してるとか、結婚したい、離婚したくないとか。私たちを何だと思ってるの？ごめん。謝っていただかなくて結構です。私、あなたを訴えますので。これは完全なる詐欺行為ですよね。結婚詐欺。そんな、待ってくれ。俺は幸香さんのドレスにすがりつく夫。さらにあろうことか、左手でドレスを掴みながら、私に向けても手を伸ばしてるのだ。それを見た私は横を見る。幸香さんも私を見ていた。私たちは見つめ合い、同時にうなずいて、夫の手を掴んだ。パーッと笑みを浮かべる夫に、にっこりと微笑んだ私たちは、ぐいっとその腕を掴んで立ち上がらせ、直後、お前はアホか！と一緒に叫んで、夫を突き飛ばしたのだった。間抜けな叫びを上げた夫は、勢いよくケーキに突っ込むのであった。その後、式を荒らしたことは、幸香さんと関係者に平謝り。だが、彼女たちは教えてもらってよかったと感謝してくれた。いい人たちだ。結婚の話になると渋るので、変だなぁとは思ってたんです。でも結婚できないならすっぱり別れてと言ったら、ようやく OK してくれて。式の後の入籍、本気でどうするつもりだったんでしょうね。本当にね。それに親戚呼ばないのも変だとは思ったんですよ。親戚とは仲が良くないから、会社関係者も呼びたくないとか言って。と、幸香さん。そうよね。夫側の関係者がゼロっておかしいわよね。夫とは示談ということで、慰謝料をもらうことになった幸香さん。いい人生勉強になりました。次は慎重に、まともな人を探したいと思います。そう言って笑う幸香さんは晴れ晴れとしていて、その強さを伺わせる。きっと彼女は次こそは素敵な出会いがあるだろう。私はといえば、友人の式に出席できなくて友人に平謝り。だが友人は大変だったねと同情してくれて、今後も友情は永遠だよと言ってもらえてほっとしている。夫とは当然だが離婚した。頑として離婚したくないと言ってた夫だが、二頭を追う者は一頭も得ずよ、と言ってやったらうなだれていた。どうしてそこまで離婚したくなかったのかわからんなぁと思っていたが、私の収入があるからではないかという結論に至る。なぜって、元夫の貯金はすっからかんだったから。
仕事してそれなりに収入のあった私は元夫から生活費を受け取ってなかった。家のローンは元夫が払ってくれてるんだし、と思ってたのが良くなかったみたい。元夫は残った給料をすべて彼女につぎ込んでいたのだ。そりゃあ頻繁に出張だと嘘言っては旅行行ってたんだもんね。お金もあっという間になくなりますよ。まあ、慰謝料と養育費は容赦しませんけどね。分割なんて誰がしてやるものか。お金は元夫の両親が立て替えで支払ってくれた。厳しい両親の監視のもと、元々の会社に加え、夜のバイトもして返済に追われる元夫。会社ではゲスな行為が噂となり、白い目で見られて針のむしろ状態なんだとか。女性社員は夫に近づくのも嫌がってるらしい。まあせいぜい肩身の狭い思いをして生きていくがいいさ。私と娘の生活は離婚してもほとんど変わらない。元夫は家にほとんどいなかったのだから当然と言えよう。家にいてもゴロゴロしてるだけの父親がいなくなって、娘はむしろ生き生きしてるんじゃないかしら。すくすく元気に育っている娘を見ながら、将来は元夫のような相手に捕まらないように気をつけなくちゃね、なんて思って笑うのだった。As our son's illness dragged on, my husband began to leave the house more and more. Even after he died, he didn't shed a single tear, and instead punched the coffin, shouting, "You've been getting in my way until the very end." There was no point in him doing that. Trembling with anger, I found a letter from my deceased son in my hands. Now, let's begin the revenge he left behind. My name is Atsumi. I am a 37-year-old housewife. I have an ordinary family with my husband, a son, and a daughter. However, that ordinary life changed completely when my son, Taya, was 7 years old. One day, my son, who had just started school, suddenly collapsed at school. We rushed to the hospital with an unexplained headache, but the test results left our family in despair. My wife's name is 1 year old. That was the diagnosis our son was told. It was a rare and difficult disease, and there was no cure, so it couldn't be cured. All we could do was give him medication to ease the symptoms. We could do that, but we couldn't stop believing. My son grew weaker day by day, and before we knew it, he couldn't walk and was bedridden. By the time he was in the 3rd grade of elementary school, he was completely unable to go to school. From that time on, my husband, who had always been a kind and considerate father, began to change. He would work overtime continuously, then leave without permission. When he occasionally came home, he would take it out on me and the children. My husband was always irritable even when he was at home, and before I knew it, I thought it would be better if he didn't come home at all. The children were also nervous about their once kind father's public behavior. I didn't want them to be children who always had to read their parents' moods. That's why I felt relieved when my husband didn't come home. I don't know what he was doing outside. I think it's true that my husband has been busy lately. But he had never been absent from work, so I couldn't help but feel suspicious. Dad won't come home today either? It seems so. My daughter Riza, who was eating dinner, seemed somewhat unwell. I felt bad for her, as she was only 8 years old and wanted to be spoiled by her parents. My son's illness took up a lot of my time, and I ended up spending less time with my daughter. That's why I wanted my husband to help me, but I wondered what he was doing. Then one day, after a few days' absence, my husband came home. When he gets home, his husband throws his belongings and clothes around in a mess. That alone instantly makes the atmosphere in the house unpleasant.
The person who made it unpleasant doesn't seem to realize it, and he just throws himself onto the sofa and says, "Ah, I'm tired." "Hey," he says, "let's eat," and he says arrogantly, "I'm still getting ready." Wait a little longer. Quote, "You should at least prepare dinner when your husband gets home." How many years have you been my wife? I'm sorry, but Taya isn't feeling well today. Here we go again. How much more does he want to bother me? I can't keep quiet about that kind of talk. You can't say it like that. That child is doing really well. She must be feeling sick from the side effects of the medicine, but she's forcing herself to smile so as not to worry me. What's wrong with that? You think that makes me happy? If you don't make me happy, you should get healthy. That's terrible. How can you say such terrible things? You were so happy the day our son was born. Have you already forgotten about that day when I cried and held my child in your arms? I want to say it, but I can't. I want to ask it, but I can't. I was afraid of the dirty words and horrible words that would come out of my husband's mouth, so I couldn't say anything and just let my tears fall. Seeing this, my husband stood up and grabbed his jacket. "Oh, that's enough. I can't stay in this horrible house. I'll go out and eat." "What?" You shook off my energy and left. The door slammed shut. The room fell silent. As Mom was stunned, a faint voice called out to me from behind. When I turned around, my daughter was standing there with an anxious look on her face. I roughly wiped away my tears, saying, "Look," and ran to my daughter. I hugged her with a smile. "Dad, you left again after I finally came home?" "Yes. Is that so? I heard Dad is busy." "I see. He must be lonely," but he never said it out loud, but I could see his little body trembling. That made me feel even more and more lonely. "It's okay, it's okay." "Yes." My daughter's small hands gripped my clothes tightly. My husband didn't come home that night. After seeing my daughter's pitiful face as she slept, I headed to my son's room. Dad was angry again. My son, who alternates between hospitalization and home treatment, is at home today. I'm relieved that he's not sick enough to be hospitalized. But I guess my husband prefers being hospitalized because he doesn't get in the way. He was kind. My husband who cared about his children is nowhere to be found anymore. I'm sorry. It's not your fault. You did nothing wrong. But Dad is just a little irritated because he's busy with work. He works hard for the family. When I say this and stroke his head, my son squints his eyes in pleasure. It's painful to see the fruit oozing from all over his body. It must be hard, it must be painful, but my son still smiles. He's a kind son who cares about his parents. Even though I'm trying so hard. I desperately hold back the tears that would come out if I let my guard down, and smile at my son. You seem to be feeling much better. You could probably eat something. Yeah. I'll bring you some porridge and grated apple, so wait a minute. Yeah. Hey, Mom. As I was about to leave the room, my son called out to me. Why, yes, I love you. My eyes widened at those words. The tears I had been holding back were about to spill out, and I hurriedly ran out of the room. My son, Yodai, is one with me, but his illness is steadily progressing, taking away his life. Then one day, my husband came home for the first time in a while. He seems to be in a much better mood. Welcome home. Did something good happen?
It's none of your business. He's in a good mood, but his attitude is still bad. Oh, he's in the hospital again today. He's been recovering at home since yesterday. I sent my husband a message to let him know that he had been hospitalized because his condition had worsened. He read it but didn't reply, but it's been a long time since I've heard him express concern for my son. He turned 10 3 days ago. Oh, that's right. Not that it was. I remembered it clearly until I got sick, but I've been having birthday parties without my husband for years now. My husband probably doesn't care about our son or even our daughter anymore. Is there any point in being a family with someone like this? I ask myself that question, but I still can't come up with an answer. As long as my son and daughter still look up to him as a father, I can't easily think about getting a divorce. I was about to open my mouth to talk to my husband while he was in a good mood when the father and daughter came into the living room. Oh, it's Lisa. Long time no see. I'm glad you're doing well. My husband didn't notice that I frowned at his sarcastic remark. My daughter seemed to think about something for a moment, then paused and said, "Hey, big brother wants to see Dad." It wasn't just my husband who was surprised by my daughter's words, I was too. But when my husband confirmed it with me, my daughter nodded silently. She wanted to talk to men. I would have just ignored her, saying, "Your husband is always in a bad mood." But my husband is in a good mood today. He headed to our son's room, thinking, "This is annoying," but he did. That's good. I asked my daughter, who is also trying to live for in. What about your brother? I don't know either. We were just talking in your brother's room when we heard your father coming home, and your brother said he wanted to talk to his father. He said he wanted to talk to his father for the last time. Huh, did he say that at the end? Oh, she must know. She doesn't have much time left. When the illness was discovered, the doctor said she would live for a year. It's been 3 years since then. She's been trying really hard. But that day must be near. I don't know what my husband and son talked about that day. My husband came out of our son's room in a bad mood. I asked him what it was about, but he wouldn't tell me. I asked my son, but he said it was a man's story, so don't tell me. I couldn't help but feel uneasy about the way the two of them were acting. And then, a month later, my husband, unusually quietly, told me that he was going on a business trip instead of going out. Taya, Big Brother Day's son, who had taken a sudden turn for the worse, passed away shortly after arriving at the hospital. His face was very calm, without any pain. As if to comfort our sobbing hearts, my son said to me as he fell asleep, "My dear son, my first child, Big Brother, Taya." No matter how much I called his name, his eyes would not open. I cried as well while holding my daughter who was sobbing. We both cried loudly. But there was no time to grieve. First, I contacted my parents' house and my parents' house. Both of them came quickly, and when they saw my son, my grandparents cried loudly. Then I asked my mother to take care of my daughter who was sleeping from exhaustion, and I took care of various procedures. I communicated with the hospital, made funeral arrangements, and prepared everything. It was a hectic time, but that was okay. Being busy helps me forget about my sadness. I
I forced a smile and told my worried parents that my in-laws would be fine, and I kept moving. However, this was my first experience with something like this, and more than anything, I was mentally exhausted. If my father and father-in-law hadn't helped me in various ways, I wouldn't have been able to move forward properly. It wouldn't have been possible if my mother and mother-in-law hadn't taken care of the house and looked after our daughter. What is he doing? It was then that my father-in-law finally exploded in anger. He raised his voice at the absence of my husband, who should have been doing more than me, his wife. He's on a business trip. Why would he be on a business trip at a time like this? I'm calling, quote. Saying this, my father-in-law called my husband, his biological son. He heard the voices of an argument with my husband, who apparently answered the phone. So my husband must be in a bad mood. I had a bad feeling that something was going to happen again. And it turned out to be true. A few hours later, my husband showed up in the morning, looking very unhappy. He was on an important business trip. What if this ruins our good talk? My father-in-law said this angrily to my husband, who was already dead, and he prioritized work over the funeral. If we have such an extraordinary deal with a company, then it should go bankrupt. Unable to respond to those words, my husband glared at his son in the coffin. You kept getting in my way until the very end. As he said that, he punched the coffin. Naturally, he was beaten up by my father-in-law, but the moment I saw that, something inside me snapped. It snapped. But now is not the time to show it. At least for now, I will hold it in. My husband kept complaining under his breath, but as the funeral began, he became louder. On the contrary, my mother started crying, asking, "Why did you leave my father behind? Did he finally realize what had happened and become sad?" No, that's not it. I saw it clearly. I saw my husband secretly putting in eye drops to hide it. And that he was pretending to cry, but no new tears were coming from his eyes. I didn't know anything. To those who didn't notice, he must have been a tragic father who deserved to be there. I endured it for now, but it was enough to solidify my resolve. And as the funeral was coming to an end, a letter left by my son was read aloud. What? There's a letter. It's a will from my son. Lisa told me that there was a locked place on the desk in my room, and that it was there. I naturally read the letter after Lisa told me to. But my husband, who knew nothing about it, was surprised. What did it say? You're going to read it now, aren't you? With that, I stood in front of the microphone as the gazes of the 3 rows turned to me, and after a short pause, I read the letter. It was impossible to read it without crying. It was filled with stories of how much fun he had had in his life so far, his gratitude, words to his beloved friends, his thoughts about his grandparents, his sister, and me. My son's life was so bright and dazzling. He left me with the words, "Thank you for making me happy. I love you." There were so many words written there that I had heard before. No matter how many times I read them, tears came to my eyes. But I chose to read the letter myself. I could hear gasps coming from the 3 rows of people listening. Everyone was crying, but there was one person who wasn't crying. It was, needless to say, my husband. He pretended to shed tears, but there were no tears in his eyes. I wonder if my husband noticed. Despite all the expressions of gratitude to various people, there were no words for myself, my husband.
Apparently, the person in the third row noticed this before my husband did. Don't you have any words of gratitude for your father? My mother whispered in my ear as I choked up with tears. At that moment, my tears disappeared. Yes, there are. That part is coming up. That's right, I can't cry. Because what's coming up is the most important part. To my father. I raised my face and read it out loud with great care. My husband immediately raised his face as if he was catching his breath. I wonder if his clouded eyes reflect the image of his former son. What does he think he's going to say? What does he expect? If he's told me I'm a good father, that's not true. To my father. If you want to cheat on me, release Mom and Lisa and leave. The moment I read this, the entire venue became noisy. But I didn't stop reading. That day when I talked to my father alone, he told me at length that he had a cute young girlfriend. He laughed and said, "It's just a secret between men." The venue was chaotic. Hey, my husband, who was getting anxious, reached out his hand. But his hand was out of reach. My father-in-law grabbed my husband's hand while we were living together. I turned to my husband, who was being bullied by his father and couldn't move, and continued reading. You said Yumi, right? You showed me the photos on your phone of him entering the hotel. Mom. Dad's phone has a lot of evidence of his infidelity. Get it back before it gets deleted. My husband hurriedly reached for his phone in his pocket, but my father-in-law moved faster. He quickly snatched the phone away and checked the contents. It's all black, he said in exasperation and turned a cold gaze at my husband. I'm sorry, Mom. While you were busy with my recovery, Dad cheated on me. I can't forgive Dad for doing whatever he wants while I'm doing my best. Don't mess with me. My husband gets angry, wondering who I'm supposed to be supporting, but who's the one who's interfering with me? It's not just me, it's my father. I hired him because you're Mana's daughter Atsumi's husband. You shouldn't be spending the money you earn by yourself. It's the family's money. Didn't I hire him to have an affair? Dad, what's that? Yes, my husband worked at my father's company. It's a fairly large company, and the reason he rose so easily is, I'm ashamed to say, because he's family. If he had been working hard, that would have been good. But apparently he wasn't. I was surprised when I investigated the car. You told Atsumi and the others that you were working overtime or on a business trip, but you didn't do any work at 6 a.m. every day, and instead of meeting your regular boss, you were just meeting other people. I found out that you were meeting your mistress. Who's the one who's helping you to have an affair? Taya, who kept smiling and working hard despite the hardships. Lisa, who suppressed her loneliness and helped her brother recover. And Atsumi, who sacrificed himself for the family. What did you do? Don't ever talk big again when you didn't do anything. With that, my father's words made my husband turn pale and heave. Before I knew it, his relatives had gathered around him. They were all looking at him with eyes of divine disdain. One after another, they called him a worthless piece of trash. My husband was finally about to burst into tears as I continued to read my son's letter. The father I loved so much is nowhere to be found. What's here now is the evil thing I hate. Evil thing, if you feel even the slightest bit bad about it, please give your mother the money and leave the house. Mom, I really wanted to protect you. But I don't think I can do that anymore.
When I'm gone, please live freely with Lisa. Please divorce Dad. Then I stopped talking for a moment and looked up. Please be happy. Mom and Lisa's happiness is my happiness. Tears rolled down my face again. Tears soaked the ground. The funeral hall fell silent. Only the sound of crying echoed. The daughter was crying while being held by her mother-in-law, but suddenly she raised her face, which was all wet with tears, and cried out, "I hate you, Dad." At that moment, her husband completely lost all strength and collapsed. No one knew what she was crying for, but no one in the room looked at her husband as he broke down in tears. A while after the funeral, she divorced her husband. Thanks to her son, she found plenty of incriminating evidence, and most importantly, her husband himself was completely devastated, so the matter was settled with almost no fighting. My father introduced me to a good lawyer, but I thought it was unnecessary. I was lonely. I kept muttering to myself that my family was nothing but a son, but his ridiculous excuses made me lose all affection for my husband. What was lonely about? Their son and daughter must have been much more lonely. Even so, I wanted to settle everything in one lump sum as if I were their parent, but I said nothing because it would be a waste of effort. After that, my husband paid the alimony and child support in one lump sum. My husband had been giving money to his mistress, so he didn't have that kind of money, but apparently my father-in-law advanced the money. My in-laws apologized for what their son had done. I accepted the money because I was grateful for it, but I don't hold any grudges against them. My ex-husband is a grown man. He is responsible for the affair, and my in-laws bear no responsibility. It was all my ex-husband's weak-heartedness that caused it all. Naturally, my ex-husband was fired from his father's company. Even after losing his job, my father-in-law declared that he would not wait for repayment and pressured my ex-husband into working. It seems to be a very tough workplace, where there is no room for womanizing, and I can't help but think that there might be legal issues, but I guess there are all kinds of shady jobs in this world. I think my ex-husband should just suffer as much as he can. My daughter and I started a new life. There are hard times, but every time I think of my son who was struggling with his illness, I get motivated. And 20 years later, the sound of a baby crying echoes through the hospital. Holding the baby is my daughter, Lisa, who has just become a mother. I will protect this child no matter what. That daughter is the face of a mother. I squinted at the sight of my daughter's growth and peered into the baby's face. She reminded me of my son in some way. The baby looked vaguely like my son. I didn't think of her as a substitute. Still, I was happy that my son's blood would be passed down. I love you, Mom. I thought I could hear my son's voice, and I gently wiped my eyes.